はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カッカーシルピーです。今回は、こちら、皆さんご存知でしょうか？ビューティフルカーズセレクションのナノダイヤモンドトナーとフルオリンセラム、両方ともコーティング剤なんですが、この2つを使ってみようかなと思います。パッケージがね、すごく似ているんですが、見分け方としては、ここに S1 と S2と書かれております。S1 の方がナノダイヤモンドトナー、S2 の方がフルオリンセラムとなっております。まず金額なんですが、ちょっと高いのよ。容量がね、500ml 入って両方とも8360円。コーティング剤にしては結構高い分類なんじゃないのかなと思います。特徴としては、この S1 の方を最初に使う、その後に S2 を使うみたいな流れにはなっているんですが、まずね、ナノダイヤモンドトナーの特徴は、ナノ化されたコーティング成分とナノダイヤモンドを配合。コーティング成分が塗装面の汚れに潜り込み、汚れを除去しながらコーティングしますと。で、コーティング後は汚れの固着を防ぐとともに、雨が降った後も汚れが目立ちにくい超微撥水状態になります。ビューティフルカーズさんが撥水じゃなく微撥水、なんなら超微撥水っていう撥水をほぼしないっていうコーティング剤を推しております。それがね、どんな効果があるのかっていうのはね、今回見ていきたいところなんですが、続きを読むと、汚れた皮膜が残らないようあえて1ヶ月ほどで落ちるようにしてあります。耐久性1ヶ月です。これもあえてということで、短期間に繰り返し使用した場合は常に新しい皮膜と入れ替わりますので、汚れた皮膜が残らずに美しい状態を長く保つことができますと。コーティング未施工車はもちろん、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。1週間から1ヶ月に一度の頻度で洗車の際にお使いください。結構短いスパンで使っていくコーティング剤といった感じですね。それがナノダイヤモンドトナー。フルオリンセラムの方はナノダイヤモンドトナー、こちらで表面を整えた後に追加で使うコーティング剤です。1を使った後に2ですね。フッ素化合物、液状フィルムを配合。塗装面に光沢、防汚性に優れた皮膜を瞬時に形成し、さらに美しい仕上がりとなり、表面の滑り性もアップしますと。皮膜が塗装面で劣化して悪影響を起こすことがなく、ミネラルリムーバーでリセット可能です。普段ナノダイヤモンドトナーをご使用されていれば、本製品の使用頻度は自由ですが、1ヶ月に1度以上本製品を施工することで安定した皮膜を形成することができますと。1番の方は1ヶ月で落ちるようになってるんだから、おそらくフルオリンセラムも1ヶ月に1度とかは使った方がいいのかなといった感じです。なので今回はね、一旦超微撥水っていうのがどんな感じなのか、あと汚れのつき方に変化があるのか、フルオリンセラムはどんな感じなのか、その辺をね見ていけたらいいかなと思っております。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。今回はこの車で試していこうと思います。まずは現状ですね、ボンネットの状態を見ていきます。こんな感じ、撥水しておりません。ゆっくり水が引いていくような感じですね。一応ね、上に乗っていたものは一回リセットしちゃいました。これがどう変わるのかっていうのを見ていこうと思います。はい、そしたら商品2種類あるんですが、一つが S1 ナノダイヤモンドトナーで、もう一つが S2 フルオリンセラム。この2つ使っていくんですが、使い方としてはナノダイヤモンドトナーを使った後にフルオリンセラムを使う、これがね正しい使い方みたいです。どっちか1個ってなった場合はナノダイヤモンドトナーの方のみ、フルオリンセラムのみで使うことはほぼないっていうか、あんま推奨はしてなかったですね。なので今回ボンネットの真ん中にマスキングテープを貼りました。片側はナノダイヤモンドトナーのみ、もう片側はナノダイヤモンドトナーとフルオリンセラム、下にナノダイヤモンドトナー、上にフルオリンセラム、その順番で施工するのがベストみたいなので、実際に施工していこうかなと思います。
そしたら早速左側ですね、ナノダイヤモンドトナーを施工していきます。で使用方法は洗車後水分を拭き上げる際にマイクロファイバータオルに適量吹きつけてください。通常ワンプッシュで 1m×1m 程度、拭き上げと同時にコーティングが施工されます。ムラ防止のため純水ですすいだ場合は拭いた水分を絞ったマイクロファイバータオルで再度同じ部分を優しく撫でるように拭いてください。水道水ですすいだ場合は残った水が乾くと拭き筋として残りますので、乾いたマイクロファイバータオルで水分がなくなるように軽く空拭きしてくださいということです。そしたらもう洗車はしてあるので、洗車した手でボディを濡らします。この湿式といってボディ面が濡れた状態での施工、これねいつも僕動画撮ってて思うんですが、どれぐらい水をね乗っけていいのかがわからないんですよ。これぐらいかなって結構適当にやってるんですが、これ人によっても違うと思うんですよね。車の塗装面の状態だったり撥水してるしてないとかいろいろあると思うんですよ。だからね施工がね湿式はあまり安定しないんじゃないのかなって最近思いつつある。やっぱ薄まるわけじゃん、コーティング剤が。水の量が多ければ多いほどね、少なければ濃いし、そこは人それぞれ変わってきちゃうのかなとは思うんですが、棒焼きということで実際にやっていきますね。よく振ってプッシュ。 1m だもんな、こんなもんかな。吹き上げと同時にコーティングが施工されるということなので、こう水滴を拭くようなイメージでいいのかな。純水器を持っていない方は、普通に水道水でも大丈夫みたいで、水染みっていうのはナノダイヤモンドトナーを使うことによってできにくくなると。別のタオルでちょっと水滴を軽く取っていくような感じ。ちょっとムラになったな。ムラになるっていうことは効果はあるということ。一旦こんな感じです。合ってるんかね。もう一回ぐらいちょっと塗り伸ばすように施工しておこう。こんな感じかな。キュッとした感じがあるのでちゃんと施工できてると思います。反対側もやっておくか。タオルにスプレーして塗り伸ばすっていうよりかはこう水滴を拭いていくが正しいのかな。でタオルもどんどん濡れてくるのでちょっと絞りながらこういう感じ。水道水なので空拭きを入れます。こんなムラになってる感じはないですね。はい、そしたら右側ですね、フルオリンセラム施工していきます。使用方法はナノダイヤモンドトナー施工後に純水または水で濡らして絞ったマイクロファイバークロスに適量通常ワンプッシュで 1m から 2m 程度吹きつけ優しく塗り広げてください。で塗り広げた際に水分を乾いたマイクロファイバータオルで優しく撫でるように広げながら乾かします。でムラになった場合は絞ったマイクロファイバータオルで再度拭き上げた後、さらに乾いたマイクロファイバータオルで拭き上げてください。こっちはナノダイヤモンドトナー施工し終わった後、ボディ面が乾いた状態で施工していきます。クロスを変えたので濡らすんだ。固く絞ってでここにフルオリンセラムをワンプッシュしてこれぐらいの範囲でいきますかね。この拭き筋が出るのでこれを乾いたクロスで優しく撫でるように、このコーティングが伸びた後っていうのを取っていくと。今タオルを濡らしてあるので水滴がね伸びるような感じ。コーティングの成分なのかな。今こうムラっぽくなってるの分かります？これをすぐに乾いたクロスで撫でるように拭いていくと綺麗に取れるね。こんな感じかな。ムラとかなく綺麗に施工できたかな。そしたら先にマスキングテープを剥がしてツヤとか変化あるのか見てみます。これね多分映像じゃ映ってないと思う。特にナノダイヤモンドトナーの方、これは肉眼でも分かんない。フルオリンセラムの方はこうマスキングテープの跡があります。めちゃめちゃギラギラにツヤが出てるわけではなく、いいのか悪いのか分かんないけどうっすらけど確かにいい感じでツヤは出てる。多分肉眼でも分かんないですよ。こっちはもう分かんない。ナノダイヤモンドトナーは分かんなくて、フルオリンセラムはもうほんとうっすらこう線がある感じ。境目はこの成分が濃くっていうか残ってる部分があるので線がピッて出てるんですが、全体的に見てもほんとうっすら薄皮だね。厚膜じゃなくて薄膜。これはこれで面白いけどね。一旦1日放置して明日水はじきを見ていこうと思います。ちょっと今アップ寄りにしました。僕の吹き上げミスの場所みんなわかる？ここですね。こ
ここちょっと怠ってしまったので濃く出てたんですが、ここに線があるの分かるかな。境目はねちょっとどうしても濃く出やすいんだけど、ほんと薄皮だね。分かんのかな。今までにないぐらい薄皮だわけど、あえてこうしてるんだと思うんだよね。明日楽しみですね。はい、何度もすいません。ちょっとまた戻ってきたんですが、施工直後に触り心地っていうか、スリック性どんな感じなのかっていうのを確かめておきます。このミ施工ですね。滑らないね。ナノダイヤモンドトナー。わかんな、分かりづら。フルオリンセラムの方触ってみます。あ、これは違うな。境目ある。ツヤと一緒ですね。ナノダイヤモンドトナーの方はミ施工との違いは手の感覚じゃわからない。フルオリンセラムの方はちょっと滑る。違うわ。ミ施工の境目がやっぱここにある。マスキングテープ置いてみます。ミ施工止まります。ナノダイヤモンドトナーやっぱ止まりますね。フルオリンセラム、ほら、なるほどね。面白いね。はい、そしたら1日が経過しました。水をかけてみようと思います。過去にね、いろいろ撥水剤、コーティング剤施工してきたんですが、一番ね楽しみかな。撥水しないっていうのは分かってるんですが、どんな水の動きなのか見てみます。いきます。撥水しないね。遠目から近く。疎水っぽい感じなのかな。いやーけど分かんないな。こう全体的に浸水にした時こう引いていきます。この真ん中のラインだけほんと若干遅そうな感じはあるけど、いやー最後ここ残る感じはあるんだよね。中央付近が同じように水をかけても中央付近が残るっていうことは、ミ施工のところの方がやっぱ撥水してないっていうか、左右の方が若干水はけがいいのかなっていう感じ。なるほどね。確かに撥水しないですね。水滴を作った時に何か違いがあるかって言われたら見分けるのは難しいかなって思うぐらい、ミ施工との違いはもうほとんどないですね。そしたら簡単に洗っていきます。ナノダイヤモンドトナーの方が水はけいいですね。真ん中に比べるとやっぱ水はけは良さそう。違いがないっていうのは難しいよね。けどやっぱ左の面の方が水はけは早いね。疎水っぽい感じ。これだったら水滴残りも少ないので引き上げの手間はだいぶ減るのかな。フルオリンセラムの方がまだ結構水はけが遅い。さっきに比べて遅い。これは洗ったことによって何が変わったのかって感じ。けど耐久性のところで言うとそんな持たせてるわけじゃないんだよね。1ヶ月ぐらいだったかな。疎水好きの人はナノダイヤモンドトナーいいんじゃないのかな。なんとなく分かってきた。洗車をする時に普通の水道水を使ってしまうとちょっとした水滴が乾くとね白っぽく水垢みたいになってしまうんですが、それが嫌だから純水を使いましょうっていうのがビューティフルカーズさんなんですよね。こういうコーティングにすればよりリスクが減りますよねっていう意味なのかな。そのように勝手に解釈しております。雨みたいな感じでかけると真ん中よりかはっていう感じはするけど、雨はこのようには降らないので、どちらかというと水滴はこのように残ると。でそれが撥水していないので形がいびつです。このいびつな感じ、雨が降り続けていると思うのでこんな感じですよね。
雨が降ると。完全な浸水にはやっぱ雨だとなりづらいと。その代わり洗車の時は水量を自分で調節することができるので、近くからこうバーッとかけてこの状態を作ってあげれば、水が引いてって水滴残りっていうのが撥水より少なくできますよといった感じですね。でこれ下地の状態もすごい重要で、水垢とかがある状態だとやっぱどうしても水滴がね引っかかって残ってしまうんですよ。とりあえず水はじきはこんな感じでしたと。あとツヤがどうなのかわかるのか、まだ水滴残ってるんですが、ツヤ見てみますね。境目は分かりません。ナノダイヤモンドトナーの方、もともと分かりづらかったのでもちろん分からないんですが、フルオリンセラムはちょっと薄膜みたいな感じでツヤが出てたんですが分かりません。ちなみに手触りで境目が分かるか。分かりません。これはねもうしょうがないと思うんですが、なかなかね一回洗った後にツルツルなのが残ってるものは少ないもんな。一応マスキングテープも乗っけてみます。境目が分からないのでこの辺がミセコだろうっていうところに置きます。ナノダイヤモンドトナー、これは変わらずですね。フローリンセラムは結構スッといったと思うんですが、自分の手の感覚と同じかな。はい、そしたら施工して2日ぐらい経ちました。その間に雨も降られたんですが、全体的に汚れております。こう見た時にどの面が一番汚れていないように見えるか、ちょっとねカメラだと分かりづらいかもしれないんですが、皆さんどうでしょう。一応3面ですね。ナノダイヤモンドトナーとニセコとフルオリンセラム、僕が見る限りはどれも同じような汚れ方をしているなといった感じです。でなんでだろうって考えた時に、水はじきですね。どれも同じような感じだったので、ボディ面に残る水滴の量だったり水滴の形とかも結構似ているような感じだったんですよ。だからそのまま反映されているのかなといった感じです。特にこの面だけ汚れてないように見えるとか、汚れが目立ちにくいみたいな、そういったのは僕の中では見受けられないかなと。これなんか1箇所だけ撥水とかにしてたら汚れ方の違いっていうのはねあったと思うんですが、今回はどれも比較的似たような水はじきだったのでこんな感じ。ナノダイヤモンドトナーだけちょっと撥水が他の面より強いのかなとは思ったんですが、それでもこの水滴の跡を見るとそんな大きな差はないのかなといった感じです。はい、そしたらさらに5日ほど経過しました。どうでしょう。結構ね汚れております。施工してから外に置いておいたので約2週間経たないぐらいかな。その間に雨が降って黄砂とか花粉とかいろんな影響でこのように汚れてます。途中ね雨が降ったのでこのようにね水滴の跡みたいなのが残っている状態です。どうしてもね雨が降ってくると途中でね黄砂を拾ってしまったり花粉を拾ってしまったり、このボディ面にもともとついていたいろんな影響で雨は汚れないと言われてるんですが、このようにどうしてもね水滴の跡になってしまうっていうのは結構前に動画でやったと思うので皆さん分かっていると思います。そしたら一旦この汚れをバサッと高圧洗浄機だけで流してみてどうなのかちょっと見ていきます。ちゃんと撥水してないね。こういう商品です。これ水が引いてった時に綺麗に水が引いていくというよりかはこのように水滴の跡が残ります。こんな感じっていうことは、ある程度高圧洗浄機だけで吹き飛ばしてもシミではないんですが汚れはまだ蓄積されているっていう状態です。これはナノダイヤモンドトナーもフローリンセラムの方も同じような感じです。そしたら軽く洗ってみます。こうした時にどうでしょう。ナノダイヤモンドトナーの方が水引きやっぱ早いですね。けどやっぱ水滴がポツポツ残っている状態が見受けられるので、おそらく水染みっていうか何かしらの汚れがまだついてるのかなといった感じです。軽く拭き上げます。目視だとわからないね。あんま汚れが残ってるって感じはしないです。
コーティングが残ってんのか残ってないのかが分かりづらいね、この超微撥水だと。でちなみにこのパッケージにコーティング成分が塗装面の汚れに潜り込み汚れを除去しながらコーティングしますと記載されているのですが、洗浄成分が入っているとかではなく、ナノ粒子のコーティングが汚れに浸透してって塗装面にちゃんと定着する、で汚れにくくなるみたいです。厳密に言うとこれで汚れを落とすとかそういうわけじゃなさそうです。一応ね公式動画で言ってました。そうなるとね勘違いする人も出てきそうなんだけど、汚れを落とすんだったらどんな汚れを落とすのかは記載してもらいたいなとは思うね。書いてないんですよ。水垢汚れを落としますとか鳥糞汚れを落としますとかそういうことは書いてないけど、パッケージには塗装面の汚れに潜り込み汚れを除去しながらコーティングしますって書いてあるので、洗車で落ちないような汚れがこれ使うことによってこう施工してる時に一緒に落ちていくって勘違いする人もいるんじゃないかな。そうだとしたら厳密にどんな汚れなのかわからないと検証のしようもないっていうか、ふわっとしすぎて分かりづらいなとは思いました。一旦こんな感じで全面ナノダイヤモンドトナーを施工しました。で最後もう一回ね置いて明日水はじきだけ見て終わりにしようかなと思います。そしたら1日経過しました。昨日も結構ね風が強かったりしてもうすでに汚れてますね。雨も降ったのか砂と雨が混じってね水滴の跡がポツポツあります。そしたら最後と水をかけてみます。現状としては左側にナノダイヤモンドトナー、右側にフルオリンセラム施工して2週間ぐらい経ったかな。そこで1回洗って全体にナノダイヤモンドトナーを施工したような状態です。いきます。ちょっと水はじきは良くなりましたね。けどやっぱり砂と雨が混じってこういう風にポツポツ今洗い流したんですが白っぽく残っている状態です。なのでこういった汚れはコンタクトウォッシュスポンジとかを使って洗い流さないと落とすのは難しいのかなといった感じですね。水引きから見てはまだコーティングは表面に残ってるのかなといった感じです。で洗うことによってさっきみたいなポツポツっていうのはなくなりますね。はいといった感じで動画の方は以上になります。で今回はこちらビューティフルカーズセレクションナノダイヤモンドトナーとフルオリンセラム S1 と S2 ですね。この2つコーティング剤なんですが実際に購入して使ってみました。で今回はあくまでも施工した時の水はじきだったりツヤ感、スリッ性とか比較せずにこのビューティフルカーズセレクションだけを使ってどんな感じなのか気になっている方向けに一つ一つね見ていったといった感じです。使ってみた感想でいくと率直にこういうのもあるんかといった感じですね。っていうのも水はじきも悪い言い方すると弱いけどこれはあえてこういう仕様にしてあります。超微撥水っていうね、あえてバチバチにせずにこういう仕様にしているっていうのがビューティフルカーズセレクションの一番の特徴かなと思います。ナノダイヤモンドトナーの方はツヤはほぼ出ない。水はじきはやっぱその超微撥水っていうちゃんと未施工との変化はありましたけどツヤは出ないです。そこもあえてだと思うんだよね。変にツヤを出すっていうよりかは自然な感じを保ちたいっていうのがこの商品の思いなのか、そこはもう僕が開発したわけではないので憶測にはなってしまうんですが、そんな意図がちゃんとね見受けられるような商品だった。ちなみにフルオリンセラムの方はこのナノダイヤモンドトナーの後に施工するものなんですが、そのツヤは出たんですけどやっぱそこもめちゃめちゃツヤが違いますっていうわけではなくうっすら、これはね僕もねたまに思うことがあって、こんだけツヤ出ちゃうっ
と車本来の色味とはまた違った色味になってるんじゃないのかなって思う時もあるんですよ。だからそういった意味ではあえて抑えられたのがいいなっていう人もいると思うので、これはこれでねありなのかなと思います。でフルオリンセラムはね水はじきもミセコとそんな変わんなかったので、ここはね微妙なところ。ミセコと比べるとナノダイヤモンドトナーの方はツヤは変わらんけど水はじきの方がちょっと変化しますと。逆にフルオリンセラムの方は水はじきは変化しないけどツヤはちょっと変わりますよみたいな、このちょっとっていうところがねまた皆さんの受け取り方によって違ってくるのかなと思います。僕もいろいろ商品を使ってきてレビューアーとしてね言うと、まだちょっとわからんなっていう部分があるっていうのも撥水と比較してないからだと思うんです。その辺はねまた別の動画でいろいろ検証していきたいなと思うんですが、今のところツヤも弱い撥水も弱いみたいな形なので、こうであればいいよねみたいな、そんなところをお聞きしてその検証をしていきたいなとは思ってます。まずはねその撥水との比較、汚れのつき方とか洗った後汚れがどうなってるのかとか、そういうところは見ていきたいと思っております。だからおすすめできる人は撥水があまり好きじゃないで、1ヶ月刻みで洗車をしていける人っていうのも被膜がもう1ヶ月しか持たないように作られているので、定期的に1ヶ月以内で洗車ができる人じゃないとあまりおすすめできないのかなと思います。あとしっかりツヤが出たっていうのを味わいたい人、そんな人にはおすすめできるような商品ではないなといった感じです。この間ね X でねそもそもナノダイヤモンドって何なんですかねみたいな、そんなこと聞かれたんです。だから僕もねいろいろ調べてみたら、ナノ化されたダイヤモンドそのままなんですが、ダイヤモンドなので硬い物質ですが、傷つけるとか削るとかそういう意味ではなく、すごいもう目に見えないぐらい小さいものなので塗装面を傷つけることはなく、逆に言うと隙間に入り込んで鎧をまとってくれるみたいな意味があるみたいですけどね、耐久性が1ヶ月だからそこら辺もガラスコーティングでもないしなんて思う部分もありますね。メンテナンスもね1週間から1ヶ月に一度頻度だから、かなり頻繁に洗車をする人じゃないと厳しいのかな。あと綺麗に車を保てますっていう部分も今のところね、この商品のおかげで綺麗に保てるのではなく、この商品が1週間から1ヶ月単位でメンテナンスをしないといけないから、定期的に洗車をするイコール綺麗に保てますよっていう意味なんじゃないのかなと思ってるんですよ。けどそこら辺はいやいや違うよと、こういった意味なんだよみたいなのがあればコメントで教えてもらいたいし、こういった検証をすれば分かりやすいですよみたいな、他のやつよりいいところはこういったところですよみたいな、僕がねまだ見つけられてない部分があるので、そこら辺は教えてもらいたいなと思ってます。ちなみにこのねナノダイヤモンドって実際のダイヤモンド、ナノ化したダイヤモンドなのでコストは上がってしまうみたいです。だから8360円、価格がねちょっと高いっていうのはそこもあるのかなとは思うんですが、それに見合った性能かどうかっていうのは皆さん判断してもらいたいし、僕はやるからには変化っていうのは欲しいタイプなんですよ。撥水が好きだったりね。だからそういった意味では今のところおかわりするかって言ったら僕の好みからいくとおかわりはないかなといった感じです。けどねすごくいい評価も聞くので、ここがいいんだよって分かってる人はね教えてもらいたいなといった感じです。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。